コロナ後の日本を語るクワトです。2019年に延期になった英語の4技能試験が2024年に再開する見込みです。10年前からグローバル化の教育改革として、進めてきたのが試験手続きのごたごたで延期となった。中学から大学まで10年間勉強して一流大学を出た人が英語で仕事ができないという現実がある。仕事で英語が必要になり、英会話スクールに通う人がいる。30年前から英語が大事だと言われながら、未だに英語ペラペラいいなという言葉がなくならない。痩せると英語ペラペラはいつまでも商売になる。多くの人が初めては挫折するから。私は15年間英語で IT コンサルの仕事をしました。メガバンクのグローバルマーケット部門で英語のサポートをしたこともあります。プロジェクトマネジメント団体から Facebook に英文のエッセイを投稿する依頼を受けて本を出版しました。英語で仕事をするようになったのは37歳の時に英国 MBA コースに留学して帰国してからです。留学するまで英語で働いたことはありません。専門学校を出て IT エンジニアとして働いて35歳の時に放送大学を始めて2年後の卒業と同時に留学しました。英国の修士は IELTS のスコアが 6.0 以上でないと入れない決まりになっているので MBA 準備コースで1年間英語を勉強して経営学修士本コースに入りました。留学当初英語ができるようになるか不安になったんですが、大学内にチャプレン室というのがあって牧師さんに相談したら3ヶ月でできるようになるから心配するなと言われてスクールとチャプレンのレッスンを続けて本当に3ヶ月で生活に不自由しなくなりました。語学は本当に必要になれば誰でもできると思います。10年やっても使えない英語というのは最初から使うための勉強じゃないと思うし、本当に英語に馴染んだ生活をしたいと思っているのか疑問です。そもそも教える先生が英語圏の社会で生活できる人なのか。私は37歳でイギリス人の先生に英語で英語を教わりました。日本語ができる人のいない環境で生活しますから、図書館にあるのは英語の本だけです。英語圏の人が日本語を学ぶテキストはある。やっぱり留学すればいいんですよ。入試のために勉強したことはありません。専門学校も放送大学も MBA も入学試験はない。35歳の時にスカパーを見て放送大学に入学したんですけど、今思えば専門学校の時から計画していれば10年早く留学できたと思う。20歳で働き始めて25歳で放送大学を始めて27歳で留学すればよかったと思います。高校の時に分かっていればなお良かった。大学受験しなくても IT スキルと英語ができれば稼げるし、 MBA はキャリアになる。入試のための勉強と大学4年間の無駄を省ける。専門学校の2年間が大学の単位になれば得でしょう。よく MBA 留学っていうと東大、早慶、一橋とかの一流大学からハーバードとかスタンフォードとか有名なビジネススクールに行くというイメージがあるんですけど、IT エンジニアなら
専門卒からの MBA 留学はあり、MBA ランキングというのがあって、有名校だとメリットがあるかというと、米系の大企業、特にコンサルや金融は優遇されるけど、日本企業を含めて有名校のメリットはあまりない。実費だとすごく学費が高い割にない。要は何ができるかだから。専門出てスキルつけて金貯めて留学して英語をできるようになれば、親の負担はなく手堅くキャリアは上がる。専門卒にこそ MBA 留学のメリットは